おはようございます。画家の小木曽です。今日はですね、大作の地塗り、白味の塗り方、布張りというのと白味の方はほぼお見せしませんけども、お見せしたいと思います。で、大作に関してはすごく質問とかも多くって、どうやって貼ってるんですかとか、すごい難しいですっていうことで、今回ちょっと特化して、特に布張りの部分だけに特化して、お届けしようと思います。で、白味の作り方という動画があります。でこれまず見てないと多分今日のほとんど意味わかんないと思いますので、ぜひそれ、見て、それは小さい作品を貼ってますけども、で今日は大作を貼る時のコツみたいなのをお教えしようと思います。ちょっとおさらいですけども、布張りに関しまして、今日行う仕事ですね、二川水を2川水というのはうさぎ2川100g に対して1リットルの水で防潤をさせて、今湯煎をしているところですけども、湯煎をしています。湯煎が防潤が終わって湯煎をして、で、それをまた、水で、薄めて一回、パネルの面に、塗布します。でそれが乾いたら今度研磨して、それが研磨した後に布張りという作業に行きますけども、その布張りという作業は二川水1に対して、粉が1、ちょっと粉と覚えておいた方が楽なんで、粉の内容量としては炭酸カルシウムと5分で、これを1対1ぐらいということで、炭酸カルシウムは安価で、いうことです。で5分値はちょっと高いです。でこっちはすごい固着力強いです。でもこれだけでやるとすごく高くもなりますので、増量剤として炭酸カルシウム、あとは水を同量ぐらいの、要はこれで糊を作る。で、その仕事が終わったら翌日以降、完全に乾いてからは白亜というものを塗ります。でそちらの方は二川水1に対して粉がだいたい 1.7 ぐらい、大体です。これ大体でいいです。なんでかというと、二川水に対して粉を振り込んで入れていったらちょうど浸るぐらいが1.7 ぐらい、僕の計算ではですね、大体いつもこのぐらいにしています。でその内容量としては炭酸カルシウム1に対してチタニウムホワイト 0.7で、これは何でかというと、こっちの5分というのはあまり白くなりませんが、このチタニウムホワイトっていうのはすごく白いです。で一番安い、真ん中一番高い、値段的にですね。で一番これは白い、でこっちはくっつき強い、こっちは白いっていうふうに考えたら、要は上層に塗っていく塗料、布が張り終わっていたら上層に塗っていく塗料は若干弱くてもいいんですね。布がとりあえず貼れるためにこっちは糊分を多くしている。一方こっちは粉分を多くして白さを強くしていくという作業が2工程あるんですけども、一番難しいのはこの布張りという作業ですので、今日お見せしようと思います。でこれですね、今湯煎をという作業をしておりますけども、こういう僕はIH のものを買ってきて、 IH 対応のものを買ってきて、おります。でカセットコンロとかでやるとやっぱりちょっと怖かったりするので、こういうものを用意して、こういう寸胴鍋ちょっと高かったりしますけども、もう1回買うとほぼ一生使えるやろうっていうことで、こういうものを用意して、でこういう大きめのホームセンターなどで売ってる、これだったら3リットル入るやつですかね、を用意して、湯煎をしていってます。ちょっとね熱くなりすぎてますので、少し溶けてきたなと思ったら、ケーキとか作るようなあれで、前日に溶かしておいた二皮を少し、細かくしておくと、溶けやすくなりますので、完全に溶けるまで、ちょっと待ちます。で、二皮が溶けるのを待ってる間に、他の作業をすることが結構ありますので、これは100号120号のスクエア、120号のスクエアという3倍を今日貼ろうと思ってるんですが、まず布を切っておきます。だいたいこの板に対してプラス厚みプラス同じぐらいの幅、厚みプラス厚みぐらいの感じで、もうちょっと不安やったら一回り大きく切ってもいいと思うんですけど、僕は多分大丈夫だと思いますので、そのぐらいに、ゼンマイ、切っておこうと思います。という感じですね。で、水で薄めた前に皮を、二皮水を一層塗っていきます。
側面も塗っておきました。で乾くのを待ちます。で、布張り用の液体を作っておこうと思います。1リットルですね。1リットルちょっと用意しましょうか。今2リットルありますので、1に対して、5分と炭酸カルシウムですね。両方合わせて1容量。で沈んでいきます。ある程度時間が経ったら混ぜていきます。でしっかり、ちょっと時間を置いてまた混ぜ直します。で、乾いたら軽めに研磨しますけど、まず角を少しこう落としておきます。で表面を軽めにですよ。で軽めに研磨しまして、表面のを取ります。よし。で、大きい布に関しましてはちょっと水で、濡らして絞るということをしておきます。小さいのもですけどね。でここ結構しっかり絞ってほしいんですが、絞りすぎてもいけないという、難しいところなんですけど、要はここのちょっとのりを取って絞りすぎてしまうと布自体が乾いてきてしまうことがあるんで、必ず布張りの直前にやってください。ある程度濡れたら絞ります。でかい布とかになると何かにくくりつけて、僕はよく外で絞ったりしてました。ある程度絞れましたんで、濡らした布とゴムベラ、ガンタッカー、ガンタッカーの替えの針、あとはハサミですね。これが結構、切れるか否かがストレスのあれですけども、多分大丈夫かなと思います。1枚だけやからですね。はい、いってみますね。ここからちょっと気合い入れていきますね。先ほど作ったものに、お水をだいたい同じ1リットルを足して、作りました。まず全面に薄く塗ります。
で布を乗せますが、本当は2人以上でやった方がいいですよ。私は1人でもできますが。全然いきませんでしたね。ある程度空気が抜けたらヘラを使います。で、真ん中からゆとりのない方向へ全部ではなくて、放射状に裏まで回っていってくれたらいいんですが、毛が入ってたりするとこれもう取れませんので今取っておきます。大変ですけどね、やりましょう。とにかく気泡を作らないですね。よいしょ。で、ある程度いったら、ちょっと角の端も見ながら、よく見ながら、側面をスピード感を持ってつけていきます。よく見て。で、ちょっと仮止めでガンタッカーでいくつか止めます。仮止めです。ここまで16分ですね。裏返します。とにかく素早く。ここすごい大事です。持って布がベロッといかない。よいしょ。よし。
ベロッといきますね。よし OK でハサミで切ります。怖い怖い。で、しっかりとくっつけていきます。スピード感持って。で、ちょっと足らんかったら落ちてるやつとかも使いつつのりとしてですね。という感じで。あとはガンダッカーを打っていきます。お願いします。で、この段階でしっかりと気泡がないか、糸くずはもう諦めた方がいいです。気泡がないかチェックしてください。OK で、最後に一層、また縫って終わりです。布張りが終わりです。乾いた後も毛が取れますので、全面塗って、終わりです。終了で、残ってるやつで、他の貼っていきますけど、すごい冷たくなってるので一回湯煎をした方がいいです。こういう感じ。